俺が入り込めないスノーマンの絆あるんだなみたいな、なんかさ俺と亮太って最初の方グループなんとなくまとまりになった時に一言も喋んだった。本物でいたいです。本物でいたいよね。いやこれは大事なここまで言えるのはいないよ。どっちに俺は気持ちを寄せればいいんだよみたいな。 MD でオレンジレンジ弾いてない。待ってマジでオレンジレンジって言おうとしたの。嬉しい。これあんま言ったことないんですけど、本当多分言ったことないな。マジで初だし、こんなくれんの。普通に気持ちよくなってます。ありがとうございます。ちょっと出ました。ちょっとどころです。俺ね、褒めたいとかいっぱいあるんだよ。なんかね、褒めるリスト俺5個用意してたんだけど、もう4個いったんだけど、これも言いたいのよ。これも言いたい。言わせてください。その前に飲みます。ほど。ちょっとじゃあ自分で作っていい？いやもうよ。本当にちゃんと楽しくいやめっちゃ楽しい。飲めております。そうでもね、このね褒めポイントはね、なんだ。俺独自のね見解だなってね、多分あんまり言われたことないんじゃないのかなっていう、そういう切り口の。なんか今ねだってすごいこう言ってくれてて、多分今まで言わなかったけど僕のファンの人って絶対多分今ローランドさん言ってる言葉に死ぬほど共感してると思うんですよ。多分さ、自分でなんで好きなのかってさ説明するのって意外と難しいと思うの。言語化って難しい。そう、言語化って難しいじゃん。でもなんかそこって俺のさ得意な分野だから、逆になんかそこでさっくんの僕さっくんこういう理由で好きになれたんだを今一度再認識この映像でしてくれたら嬉しいなって思ったから、なんかそう言ってくれるのすごい嬉しいし、なんかさ、はい、まあ俺見ててさっくんがなんかさっくんちなみにさ男性ファンとかも多い？どう？結構いますね。僕のうちわ持ってくれてるファンとか。そうかそうか。いろんなところでもやっぱり、僕どちらかというとやっぱ王道アイドルというより、サブカルでいろんな人に知ってもらうことが多くて、もちろんアニメもそうですし、あと時計もそうですし、あとそれこそラーメン二郎とか、結構やっぱ男好きなもの大好き。なるほどね。でそれこそレザーも昔から好きで、とかデニムも好きで、だったりするんで、結構男臭い趣味が多い中で結構それで支えてくれてる人も。そっかそっか。いやなんか俺見てて思ったのは、なんかさっきのちょっと映画の話にさ付随しちゃうんだけど、やっぱりアクションの時の例えば、俺が見てて思ったのはアスリートとしてハイキックの高さすごいなとか、なんかそのやっぱ運動能力の凄さってさっくんの良さの一つだと思ってて、で特に男、特にその上の層ってやっぱりアイドルだよねとか、なんかチャラチャラしてるよねみたいな漠然としたイメージってあると思ってて、やっぱいっぱいありますよね。偏見とかもあるし。でどっちかっていうと俺も体育会系だったから、アイドル見た時に最初に来るのって今まではなんかちょっとした嫌悪感だった、なんかチャラチャラしてモテてきやがってみたいな。でもこれは俺自身もホストだから仕事的にやっぱチャラチャラしやがってとか、なんかこう思われる側だからすごく感じるんだけど、それを同性ファンとか同性に対して唯一打破できるのが俺一個あると思ってて、それは自分ができない運動とか身体能力の一部を見せることだと思ってるのね。男って自分より高く飛べるやつ、自分より速く走れるやつ、自分より力強いやつをなんかいいなと思ってしまうのよ。わかります。憧れが出ます。憧れが出るのよ。で今まで俺メディアに出た時に、金髪でサングラスでチャラチャラしやがってみたいな風潮が一気に変わった瞬間があって、実はそれはテレビでオーバーヘッドやってくださいみたいな、オーバーヘッドやってくださいって言われた時に、たまたま一発ぶっつけ本番でうまくいったのね。それがオンエアされて、で今まで切り抜きとかでなんか出てたりするんだけど、それをやった時に風向きが変わって、こいつなんかチャラチャラしてるけどなんか生物学的に運動能力身体能力高いんだって思われる瞬間に男性ファンがめっちゃ増えたの。しかも多分あれじゃないですか、そのホストっていうやっぱりあんまり知らないからこその偏見で生まれると思うんですよ。そう、漠然としたサウンドから来るさ、そういっぱいあるじゃないですか。そんなのホストってやっぱビジュアル大事だし、そういうちょっとビジュアルが崩れることをわざわざしないっていうのがプライドみたいな偏見でとして知らない人からするとあると思うんですよ。そこなのにヘディング
とかでじゃないですか。そうヘディングもするしとかやるじゃん。もうさ、まあいろいろね酔っ払ってるけど、まあいろいろ手直ししたりとかさ、本当はあんまりアグレッシブなことできなさそうなのに、そういうことをやるんだとか。そう多分そこですごくねってなってうんうん、多分惹かれてんだろうと思って。そうでそれで言うと俺さっくんのことをサウンドとして知る人って、結局アイドルだよねとか、なんかピンク髪でね。ピンク髪でチャラチャラしてみたいな嫌悪感が俺は一定数はあるいや言ってるよ全然いる。でもそこの嫌悪感って多分そのさっくんの身体能力とか動きとかダンスとかパフォーマンス見たら、そこを覆せると思ってるし、今まで覆してきたからこそなんかこいつ言うだけのことあるよなとかちやほやされるだけのことはあるよなって思われるのって、なんかさっくんのそのまあ俺は才能だと思ってるんだけど、努力ももちろん込みだけどそこだと思ってるから。だからね老若にあるの問わずやっぱね好きになってしまうものがビジュアルとかその立ち居振る舞いとかアイドルとしてのまあプロ意識っていうのは多分異性に刺さる部分だと思ってるけど、同性のファンを引きつけてる俺を含めたっていうのはなんかそういうこいつ男として俺できないことやっちゃってるもんなって、なんか同世代で正直ライバルとして見たら自分よりもすごいから悔しいなと思う気持ちも多分どっかにあるんだけど、それでもこうやって楽しくお酒飲みたいなって思えるのって純粋に俺にできないことを目の前のこの人はできるんだと思ったらやっぱね悔しさよりもリスペクトが来ちゃうのよ。あはは一緒じゃないですかだって。いやだからそう思ってくれたのは嬉しいし、そうなんか画面の向こうの人もどうせアイドルだろっていう切り口で知った人もそこのさっくんそういう一面を見て、いやなんか同性として魅力的だなって思ってるからこそこの愛されるこのまあ座組ができてんのかなと思うと、俺はなんかそういうところがさっくんの良さで意識してやってないと思うけど、同性のファンは意外とそういうなんか同性としてリスペクトする要素がめちゃめちゃ実は持ってますよっていうのを気づいてなかったら伝えてあげたかったなと思ったのよ。そっかだから自分にとって自分って自信があるところには自信があるんですよ、すごい正直な話。例えばダンスも俺踊る時って常に自分が一番かっこよくてうまいと思って踊ってるんですよ、多分その自信もプラスのことで今多分いろんな人にこういろんなダンスが上手って言ってもらえることが多いんだろうなって思ってるんですけど、自分自身の自信って大してないんですよ実は。あ、そうなんだ。なんかそういう例えば踊ってる時の自分みたいなその別人格みたいな感じでいる中で自分ってちっぽけなもんだなってすごい思ってて。このクラスになっても絶対あるんだね。面白いね。だってそれこそ、ローランドさんみたいななんか何かを残すとかこういう会社を作って束ねるとか、そういうこともできない自分もいるし、いろんなことに対してこういう技術とかも知らなかったりするから、こういうカメラマンさんだったりとか、スタッフさんに対してもすげえな俺これできない覚えらんないとかあるから、自分ってちっぽけなんだなってすごい思ってる中で、その中で自分の中の一番さっきも言ったシーンにあるって本物になる、本物が好きっていう感覚で、これに憧れてるし、これになりてえしっていう野望とプライドがあるんですよ。なるほどね。でアイドルってやっぱり偏見が本当に多い。まあね、さっきも言ったけど、僕やっぱりこうアニメもともとアニメとか好きでオタクとして陰キャだしっていうのもある中でも、その今のアイドルを作り上げたのってアニメなんですよ僕にとって、アニメのキャラクターで自分の好きなキャラクターいっぱいいる中で、この子みたいに生きれたらどんなにかっこいいかな、どんな一石かなって思えるのを今実現してみようって言ってやってるのは、このアイドル佐久間大輔なんですよ。なるほどね。じゃあ自分の中にさその二次元というロールモデルがいて、それを愚直に今追求してるんだ。そうでもさ俺さっくんのアイドルとしての良さって、なんかさそれこそ俺さっくんとの初めてのさ、こうなんかプライベートのエピソードって兄様に出た時にさ、たまたま会った時にさっくんがさ兄様っていうねアニメのアニソンのイベントがあるんですよ、世界最大の。そうまあもう世界からオタクが集まるイベントがあって、そこにさ、たまたま出会ったじゃん。出くわしたんですよね。で廊下でさっくんがこう話しかけてくれてみたいな、そうそれがプライベートの初めてのエピソードなんだけど、俺その時にさっくんをこうパッて横で見た時に、その時さウマ娘のさ、出てたじゃん、サイリウム持ってたじゃん。サイリウム持ってます。もうなんかそこで本当に好きなものを自分アイドルだってことをもう忘れて楽しんでる姿がなんか超魅力的で、俺さっくん見てたらさ、特になんか、このシーンっていうので言えば、なんかさダパンプの
カモンベイビーアメリカだっけ、はいあれをなんか番組で踊った瞬間に、はい、それでやったやつ。それやったじゃん。俺ダンス見て、この人は自分の見せ方とファンがキャーキャー言うであろうことをちゃんと知ってるのと思ったんだけど、それは多分オタクだからオタクの気持ち分かってんだよ。そうなんですよ。自分がされてさ、嬉しい角度と嬉しい見せ方をさ、分かるじゃん。そうなんですよ。自分がさ、だから見る役もやるから。そう自分がアイドルであるんだけど、そのアイドル佐久間大介の一番のファンなんですよ自分が。でしょ、はい、そうだから自分がファンだったら佐久間のここを見たいみたいなところをああいうダンスで、はい、おいこれ絶対みんなキャーキャー言ってるだろうなって頭の中で思ってんだろうな、俺らがやってんだよね。さすがマジでそうなの。俺これ、うん多分マジでちゃんと言ったことないし、なんかこう今までそれを釘刺されバーって言われたのは愛子さんぶりなんですよ、アーティストの。ああそうカブトムシとかのね、はい愛子さんも同じような感覚で、すごい陰の方でも人をすごい見てきてからそので今2人目なんですけど、あそうなんだ、愛子さん以来の。愛子ローランの感じですけど、いや嬉しい。でも本当に、なんだろうな、俺自己プロデュースめっちゃ好きで、とかプロデュースするの結構自分で向いてるなって思ってきてて、今自分の佐久間大介って今みんなが見てる佐久間大介がいると思うんですけど、これ自己プロデュースで自分がマネージャーとして佐久間大介っていうアイドルをどんだけよくできるかっていうのをすっごいやってて、だからすごい客観視してるんですよ自分の仕事。あそうだよね。じゃなきゃ見せ方と角度と動きは俺できないと思って、やらされてやってる人の動きじゃないよ。いやー分かってくれる。さ、それのさ台本でさ、あそこまでのパフォーマンスしてくれって絶対言われてないじゃん。何も言われてないでしょ。だってやってください、ダンスうまいから、佐久間に振っときゃ取れるかなじゃん。でもさ、あそこでプラスアルファできるって、やっぱりオタクとしてオタクが嬉しい視点と、行いとか見せ方を分かってなきゃできないのよ。なんかこう結構自分の中でよくメンバーとかにも話したりとか、これあんまり表でも言わないですけど、ちゃんといいものは持ちたいと思ってて、それってやっぱ自分が頑張ってきた証でもあるし、それをしかもいいものをちゃんと雑に扱いたいんですよ。ああなるほど。もうなんか僕の中かしこまりすぎて、そうなんか例えばバッグに持たされてるよりも、俺がこのバッグを使ってるし、なんだったら例えばブランドさんのバッグだとするじゃないですか、どこどこのブランドのバッグなんだよね、じゃなく、これもうどこどこのブランドとかじゃなく俺のバッグだからって言いたいんですよ。それはすごい。これが俺の中で一番結構自分の芯っぽいところで、その気持ちで基本言いたいんで、なんかあと俺のこれあんま言ったことないんですけど、本当多分言ったことないな。マジで初だし、こんなくれんの。やっぱもうローランドさん言いたい。嬉しい、言ってよ。俺の中で本物の人って本当一握りだと思うんですよ。この業界の中でも多くはない。でもその中で自分の感性でこの人本物だって思った瞬間にスーパーリスペクトが入るんですよ。で俺もやっぱり本物になりたいから憧れるのも大事だけど、自分の感覚を大事にしたいと思ってこの業界で生きてて、なのでなんかこうやっぱり確かにあの人が持ってるからかっこいい真似したいあるけど、ここで負けてらんない自分もいるみたいなっていう負けず嫌いもあって、だったら俺の中でこの人が使ってるからいいって思ってる、じゃあ俺が使ってるからいいってものを作ってきゃいいんだなってことは、何を大事にするかというと自分の感性だな。なるほど。俺が好きと思うか思わないかで、俺が好きと思ったら別にファストファッションだろうが別にそれでよくないかっていう、ブランドに左右されないってことね。っていうのを自分の中で決めてて、だからどんなに例えば安くてもどんなに高くても自分の中でこれが俺だって思ったものは絶対に買うようにして。そっかそっか。で周りに何度言われるとそれ安くないと言われようと、この佐久間が気に入ったんだからいいものだぞって言い切れる強さ。俺の中で超一流。わかるわかる。で常に俺の中の超一流を作っていくみたいな。でその中の超一流の人なんですよ。いや嬉しい。じゃあこれ今超一流の瞬間を今提供できてるってこと？いやそうなんですよ。でもマジで嬉しいし、飲ませ上手すぎない？違うのよ。でもそんな人となんかこれ仲良くなれてお酒飲めて、こんなに俺が緊張してないしっていうのが嬉しくてしょうがない。いやーなんか普通に気持ちよくなってます。ありがとう。ありがとうございます。小田切ヒロトの山いやいやい
いやそうでもそうだよね、なんか自分がさブランドだぞみたいなさ、ブランドに左右されやすい、なんか自分本体で佐久間っていう自分を見てほしい、ローランド自分を見てほしいみたいなさ、なんかモテる人って俺いないと思ってて、なかなかむずいっすそうよね。だからでも俺もハイブランド実はそんなにはいめちゃくちゃ好きかというとあんまり好きじゃなくて、わかります。なんかその結局ハイブランドが好きなんじゃなくて、そのデザインが好きなんだよねとか、うんうん、自分の感性に刺さってるから買ってんだよねって気持ちなんですよね、僕も。そっかそっか、じゃあ看板ベースでいかないでデザインディティール、そうだから僕本当言うてしまえば、ここにこうブランド名バーンってやつあるじゃないですか、苦手なんですよ。わかります。俺は絶対に買わない。わかる。でもさそれさ言語化するとさ、例えばさルイ・ヴィトンの広告にはいグッチのジャケット着ませんよねっていう、いやそれじゃん、はい俺は俺ってブランドだから逆に俺の広告みたいな写真に、ハイブランドは、はいなんかヴィトンのクリエイティブを作る時にグッチのこれかっこいいと思って着てきたんですよって言ってるのと一緒で、はい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 着ませんよね、ハイブランドの撮影に他社のハイブランド着ませんよねみたいな。いやそう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 だとすると俺はハイブランドだからもう逆にノイズになるから言いませんよみたいな。そうって思ってます自分でも。一緒だ。いやマジでありがたいです。だからよくたまにねこうネットとかで身につけてるものとかでこれ高いのこんなつけてるとか言われることあるんですよ。高いからつけてんじゃないの。そうだよね。その主語は俺だからみたいな。そう、俺例えば腕時計大好きなんですよ。なんでかっていうとそこにつぎ込まれた歴史ロマンとかねロマンで僕はロマン買いって言ってるんですよ腕時計が。ああ素晴らしい。だから本当にどんなに高くて価値があってみんながすげえポピュラーなもの、逆にそこは僕全然刺さんないんですよ。ああなるほどね。自分の感性でかっけえって思っただけ。確かにわかるわ。だから変に騒がれると、ね、そこじゃねえからそわかるわ。分かってないねみたいな。それで言うと、俺ね時計で言うと、はいセイコーが最近すごく素敵なのがあって、セイコーやばいっすよね。そうやばいので、なんで好きかって今でも俺はね本当うんちく語っていいですか、1969年にセイコーが未だかつてないクォーツっていうものをはい出したわけよ。でもう世界がもう今までこんなに苦労して正確な時計を作ってたのに、セイコーが一発ではい安くで買えるクォーツっていうものを作り出したってなって、俺だったらね、俺がセイコーだったらこれはもううちの特権ですよと、絶対どこにも流出させませんよって言うじゃん。はいさっくんでも言ってると思うのよ。絶対させてる言ってるじゃん。でもなんとセイコーはこの技術は時計業界の発展に必要だってなって、特許も取らねえから全部使ってくれって言ったのよ。俺その歴史があんまりにも好きすぎて、その時の時計がセイコーアストロンっていう時計なんだけど、そこにめちゃくちゃロマンを感じて、利益を共有するよりも時計の未来を考えて、自分の莫大な金持ちになる権利を未来のために捨てたんだと思うと、セイコーかっけえみたいな。やばいっすね。ロマン買いしやばい今俺マジで欲しい。ロマン買いしちゃいました。で俺的にあとグランドセイコーのすごいなって思ってるのはやっぱりこういろんな日本の時計ってブランドがある中でやっぱ世界の時計って強いわけですよ。そうね、スイスメイドのね。やっぱりスイスが大きくて、そしてドイツの時計もすごいうんクラフトマンシップもすごくて、そんな中でグランドセイコーが出した白樺というモデルが、白樺ほう初めて聞きました。白樺ってあるんですよ。それが世界のその時計の品評会みたいなのがあるんですよ。そこで世界で1位を取ったんです。名だたるロレックスとかそうパテックフリップとかを差し置いて、 1位を取ったこれがロマンだね。日本が作ったブランドで世界1位になった時計、死ぬほど欲しい。だってその何がいいって日本が持ってるプライドをそうだね、大和だここね。そうで勝ち抜いたかっこよすぎるだろうみたいな、それ超欲しくて未だに探してます。そうなん、そうレアモデルなんだ。はい、やっぱりなかなかねそれでやっぱり全国の時計好きの人たちがさすがにやばいみたいななるほどね。だから僕がブレゲっていう時計ブレゲね、わかるよ。一番好きなんですよ正直。なんでかっていうとこのブレゲが生み出した世界三大機構っていうトゥールビヨン、トゥールビヨン、パーペチュアルカレンダーミニッツリピーター、わかりますよ。っていうこの世界三大複雑機構を作り上げたのがブレゲで、そのブレゲがいろんなところにそのミニッツリピーターとかそういうのも全部別にいい成功と一緒だ。そうなんですよ。でブレゲ数字って文字もあるんですよ。ブレゲが生み出した数字みたいな、それも使わせてあげてたりとか。だから本当にさすごい才能になるとさ、これで金儲けしたよりも世界を変えたいとかなってくるんだろうね。いやそうでも本当にブレゲって僕この言葉で一気に聞かれたのはブレゲって腕時計の歴史を200年早めた。でもなんか聞いたことある。そうなんですっていうブレゲっていうその天才科学者が作り上げて、今までブレゲって
マリー・アントワネットとか、ナポレオンとか貴族にその時の時計業界って貴族にしか懐中時計を作らなかったので、一般市民に時計を作ってみんなに使ってほしいっていう思いで作った時計がスースクリプションって言うんですけど、で一般の人もその時買えるようになったんです。スースクリプションを、みんなが買えるようになった。それが時計をなるべくもっと広めたわけでもあって、いろんな技術を使ってさらにそれも広めて。なるほどね。じゃあ貴族たちの閉鎖的な空間をぶち破った。そうなんですよ。そっかそっか。なんかいろんなところにちゃんと目を向けられてるっていうので、半端ねえなそれって。そうだね。なんかリスペクトというか。確か俺みたいにちっちゃいもんはそんな技術解明したら独占しようってなったらだってナチュラルですよ。僕もさすがになりますよ。それを開拓してるこのブランドってすっげえなって。もうさ価格が高いとかブレゲつけたらかっこいいだろうで買ってる時計じゃねえぞないんですよ。ってことね。もう全部その歴史があってこれが良くていいみたいな。なるほどね。うわ面白い。ちゃんと語れるのが素敵だよね。そうもう語れるものだけを語れるのが素敵。失礼いたします。わあ、ありがとうございます。うわ来た。そうこれがスペシャリテでございます。来た来た来た。いやマジで美味しいです。ありがとうございます。いや嬉しい嬉しい。これ実はベラノッテっていうのはワンワン物語のおめでとう。そうにレディーとさトランプがチューするさシーンあるじゃん。俺人生で一回デートでこれしてみなかったの。でいつか出会うであろう好きなことのデートのために多分これミートボールもあるんだけど今これ奇数してるのちゃんとね。そうです5個です。そう5個なの。これなんでかって言ったら4つだったら22で仲良く分けましょうになるじゃん。でも5個にすることによってこの1個をあなたに譲りますよってこのくだりができるわけよ。そうなのよ。そう最高。でそれがしたくてレストラン出して早5年まだ相手はいつなんですか。今ないんですよ。今はないのよ。でもこれは本当にそのいつかできるであろう好きな子とのデートのために作ったレストランめで、っちゃいい。そうっていうところでいいですよね。なんかそうやっぱり本物になりたい自分と、本物を作り上げたい自分がいて、で自分をリスペクトしながら、自分をプロデュースしてて、であとこうやっぱそうさっき言ってた通り、一番のファンだから、ファンのみんなが求める佐久間大介と、そうだよね。俺が求める佐久間大介一緒なんだよ。分かってんだよ。もう俺ねこの人は分かってる人の動きだなと思って見てたの。ありがたいです。これ絶対自分を客観視して自分が一番盛れる角度、そして周りが喜ぶであろう角度をこいつは知ってるなと思った時に悔しいけどマジでかっけえと思ってしまった。嬉しい。そして例に漏れずはい3つ目はあげます。くれるの？あげちゃうのよ。ありがとうございます。あげちゃうのよ。嬉しい。ぜひぜひ食べてください。いつかそういうデートしたいのよ。いいなあそういうの。いいなあ。宮田くんと言ってたもんね。ディズニーが好きなの世界観は。大好き。いいよね。なんかやっぱりこう異国感あるというか、なんかこう一気に現実離れできるのがいいなっていうので、ちょっとアニメの世界に入った感じになるじゃないですか。あ、そうだね。どっちかというとファンタジー化されてさ、世界とこう隔離された空間だからさ。あれがいいんだよね。そうだよね。アイドルには通ずるしね。やっぱりこう夢を見せるっていうかさ、起きながらにして。あともう一個言ってないことで言うと、俺、動きとか、例えばダンスとかでも、可動域が広いとか、高低差がすごいとか、こんなに大きく踊るとか、よくファンの人もすごい気づいてくれって言ってくれるんですけど、これ俺の中で決めてることがあって、例えばアクションもそうなんですけど、すごい客観視してたじゃないですか、その中で自分の理想ってなんだろうと思った時に、やっぱりアニメとかああ、なるほど。二次元なんだ。二次元の動きって現実にするのってスーパー難しい。あれはフィクションの世界でもあるからね。でも俺はそれを現実でマジで叶えようとしてるんですよ。なるほどね。二次元はじゃあこっちにもそうです。持っていきたいんだ。だから俺はいかに二次元に近づける三次元に入れるかと思って。なるほどね。だから動きも自然と自分の理想があるんですよ。ダンス1個でも例えばそういうスノーマンの曲でも、自分の理想系がもうすぐパッて出てくるんですよ。なるほどね。これにいかに近づけるかに、ここに行くのに自分は手が伸びてない、ダメなのこれじゃ、自分の理想に近づけてないって、それを叶えるためにどうやったらじゃあ動けるから、
なるほどね。やっぱさアイドルって浮世離れする人あると思ってるさ、となるとさロールモデルが3次元だってやっぱり3次元の世界観の常識でしかさ、そうなんですよ。できないじゃん、はいでも2次元となるとさイマジネーションって無限だからさそうありえない関節の動きとかできたりとかするじゃん。でもってめっちゃかっこいいじゃないですか。うんかっこいい。そうだからそこが俺の中の刺さるポイントで、あなるほどね。じゃあそもそもロールモデルを3次元の中に設定してる時点でもうさ、はい大多数のアイドルはさっくんに勝てないわけだ。ああかっけえ。いやでも次元が1個違うぜって、次元1個上だぜって、本当にいろんな意味での次元が1個違うんだ。はい、でリアルに自分で叶えようとして思ってるんで、うんうん。そこは本当に自信持ってますね。なるほどね。だからダンスとか、うんアクションも僕すごい好きですし、得意なんですよ、んそれも例えば構えとかうんだけでも死ぬほどかっこいい構え、僕二次元の漫画でもアニメあでもゲームるもんね、やっでもぱりね。見てきてるんで、うん僕だからフリーポーズ撮影の時に2000ポーズありますって言ってるんですけど、これガチなんですよ。そっか、もうどれもかっこいいが分かってる。そもそもお前らと見てる次元が本当いろんな意味で違えぞ、いや本当に俺は3次元じゃなくて2次元の、はいあのイマジネーションからインスパイアされてるから。本当にそうなんですよ。そっか。だから俺をここまで来ると分かった通り、その性格もそうですし、そういう動きだったりアイドルとしてもそうだし、全部僕二次元でできてる。なるほどね。だからもともと好きだった子供の頃からアニメが好きだった自分が生きてるっていうのがそっか。救えてるんですよ、自分をちゃんと。なるほど。なんかそういう意味で言うと俺さっくんがアニメを好きなのってやっぱりその、まあ自分の本当に好きな趣味だなぐらいの位置づけだったんだけど、はいそこを現実を投下し仕事にも融合して、はい本当に2次元に対してはい憧れと愚直に追いかける精神と、そして好きっていう気持ちが全部あるんだね。そうなんですよ。じゃなきゃでも確かに言われてみたらあれってあの動きとやっぱね、さっきも言ったけどさ、なんか追っちゃうなっていう魅力って確かに3次元の俺らが常識とする世界観だけでは作り出せないインスパイアがやっぱ言われてみたらそうだよな。多分僕もそれでみんなよく見るっていうのを言ってくれてるんだろうなっていうのをなんとなく思ってた。そっかそっか、次元が違かったんだ。はい。だからもう次元が違うっていうとなんかすごい天狗っぽく見えるけど、リアルな二次元と三次元そうだよ、と違う。本当の意味の次元で文字通りの。だからここまで多分言ったこともなかったし、いや嬉しい。いや俺的にはなんかここまで喋らせてくれる機会もなかなかなかったから嬉しいです今。あ、それは嬉しいわ。なんかそうやって言ってくれて、あとなんかさっくんがね声優メーカーに乗ったっていうそのニュースもね、そうおめでとうございます。いやありがとうございます。おめでとうございます。いやーいやーこれはオタクとしてはもいや本当にう何よりのご褒美をね。まさか自分が今までそうだよね見てた頃にうんいるなんてみたいな。そうだよね。いやなんかさ、俺もさっくんぐらいのはい。演技力があったらどんなにこう声優やりたかったかっていう。でもやっぱ僕と宮田君で、うんやっぱ昔二期ね二期そう宮田二期とアニメが好きでっていう趣味でつながってああ先輩後輩超えてもう兄弟みたいなあ感じになってる中で、やっぱりずっとあったのがやっぱ声優さんの凄さ、リスペクト。あわかるよ。やっぱり自分たちは追いつかないって分かってるけど、うんうん。アニメ好きだったり一度は夢見る声優にいかにどれだけ真面目に向き合えるかだなっていうのをそうね。感じそうだね。ああ本当にそうだと思うよ。本当にだから声優としてやっぱやってみたい。でも、ゲスト声優として出るのは正直まあ求められたらもちろんそれで出るのは全然もう本当に出るんですけど、自分が好きな声優ってこれじゃないよな。めっちゃわかんない。俺さめっちゃわかんない。俺さ一回浪川さんわかる？波川さん浪川さんと飲んだ時に、ちょっと酔っ払ってきたタイミングでさ、ちょっと盛り上がったタイミングはい、で、仲いいんで僕も波川さんあ分かる、ゲスト声優って正直どう思いますかみたいなさ、あんま触れちゃいけない部分のさ確かに話をさちょっと盛り上がっ危ないよたタイミングでさしてみたのよ。その時に言ってたのはやっぱりゲスト声優だからお客さん集められるよねみたいな、そういう観点もちろん僕らも嬉しいですけど、ただ本当に作品にリスペクトがない人がやっぱ一定数いるから、逆に言うとそれを本気でやってくれるゲスト声優さんはすごく魅力的に映るんですよねって思った時に、やっぱさっくんってさ、ゾンビランドサガのさあれとかも特番とかはいやりました俺さ本当にこの人アニメ好きなんだなって見ててわかるの。であれマジで九州の坂でしか放送されてないです。そうだよね。超ローカルバラエティー、はい、超ローカルじゃん。俺は好きだからめちゃめちゃ全力でやってたし、はいあとはそのなんていうのかな、やっぱ俺特にサッカーもさ好きだから、そうですよね、うん、サッカーになるとやっぱタレントさんがさちょっとサッカー好きって公言したからそれ面白くてさ使われるみたいなって話してみると、お前さにわかじゃねえかってやっぱさ思ってしまうの。だから、はい自分が出る時に
自分を客観視して俺にわかみたいなこと絶対喋りたくないなみたいなのがめっちゃあるのよ。オタクあるある。そうオタクあるでしょ。めっちゃ好きだからこそそうだし、なんならめっちゃ出たい仕事でも、待てよと、俺この仕事演者としてめっちゃしたいけどファンでホストのタレントがここにいてはいけないと思って断ることあるのよ。俺マジであります。俺すげえ正直な話、まあ全然ピヨピヨでもいいですし、あれ全然使ってもいいんですけど、僕 CM の話が来た大きいじゃないですか仕事。でかいよね。でも僕ラブライブが好きで、ラブっていうプライドもあって、ニコねニコね。はい、ニコちゃん大好き。ニコね。本当にすごく大きな仕事だし嬉しいんですけど、ごめんなさい、僕は今回それよ。本当のオタクよ。いや本当にやっぱ本当のこのやっぱオタクなの。本物でいたいです。本物でいたいよね。これは大事なここまで言えるのはいないよ。作品への愛を取ったってことでしょ。そうなんです。やっぱその大好きな人がいる。で俺もそういう人その中の一人だと思ったらさ、俺冒涜できないね。そうそうそうわかるわかるわかる。だって俺がそういう人を見て、ああってなる気持ちさせたくない。そうだよね。断りました。だからさ、演者と同時にさずっとファンでもあるし、そこがでもさ、俺演者になるとファンの目線ってさ、ゆくゆく消えてしまう人が多いと思うのよ。やっぱ俺あくまでも演者だなとか、なんかステージに立つ側の人間だなと思ってさ、そのオタクの視点をさ忘れてしまう人が多いと思ってて。でもさ、業界で言ったら何年目だっけ、もう20年。 20年でしょ、はい20年経ってもさ、そのオタク佐久間をさ持ち続けられるって、これ自分だから普通だと思ってるかもしれない、でもね、俺はなかなかできないと思うよ。そこの業界にいるとやっぱいろんな揉まれ方します。う、もわれ方するし、自分自身も俺はサッカーに対していまだにここまでリスペクトを持ってる自分すごく誇らしいもん。大きな番組出て、幼少期から見てたあのサッカー番組だ。出たでも俺これに出たとするぞと、はい一サッカーファンとしてプロでもない自分がここで偉そうに喋ってるこの番組を見たくないって思ってしまうのよ。うわーめっちゃわかる、そういうの。いやすごいな。そだって好きだからこそそうなのよやつですね。う、っていうところまでが俺が話したかった話で、もうあとはフリートークでいいですか。もめっちゃ楽しい。うここまでが話したかったことなの。俺ね、でももう全部全部伝えられたと思う。俺ね本当にね、でもさっき言ったじゃん、1時間後飲んだ後に本当にローランドさん俺のこと好きだよねって言うよねって言ったじゃん。でしょ。こんな知ってんの俺のこと。そう本当にね、しかもその考察すごいしてくれるじゃないですか、そう自分の俺のことを。そうそうそう。この人本当に的確なんだなって。だからちゃんとね、でも全員にできるわけじゃなくて、自分のこれ特殊能力だと思ってて、本当に好きな人を根掘り葉掘り考察できて、その人が思ってること、欲しいことを言えるのって俺の才能だと思ってるんだけど、でもこれがね悔しいことに全員ではできないのよ。やっぱさ、ちょっとでもいいなって思った人とか、なんか素敵だなとか自分にできないことしてるなっていう人にしかこの特殊能力が使えなくて、実は。そこにリスペクトが入るそんで。う。でもそれで言うとさっくんは俺がこの能力を使えるちょっと数少ない対象の中で、嬉しい。だから俺は1時間後に本当に僕のこと好きなんだねって言わせる自信があるって言ったのはもうこういう理由なの。いや、まあ、正直さ、その2人でとか、前に伊達と一緒にいた時とかも、ここまでお互いのことで言うとかもなかったじゃん。なかったよ。やっぱりそのカジュアルな会話とかね。そう3人で楽しい会話をする、やっぱ差しでの会話ってまた変わるじゃないですか。だからめちゃくちゃ嬉しいですもん。それは嬉しい。やっぱさ、大事なのって付き合いの長さはもちろん大事だけど、はいやっぱさ、何話すかとかどれだけ共感できるかも大事だなって。あの時だってさ、言ったら一緒に飲む場所なんて初めてだったのに、初めてですよね。なんで俺こんな話してんだろうって、その飲みの場所終わったって思ったの。でもやっぱり自分が尊敬できるし魅力的だと思ってるし、かつ波長が合うからこその、なんかありますよね、人のなんか壁、よく言う壁みたいなのってボーダーラインと一緒じゃないですか。ここまでこの人にさらけ出したいって最初から思える人と思えない人っていっぱいいる。いるよね。特にさ、多分さアイドルで売れてくるとさ、その謎のさ、この防波堤みたいなのってさやっぱり自分無意識にできてしまうじゃん。そう、しかも自分でそれをちゃんと保っとかないと、やっぱ危ない職業って分かってるし、やっぱりその人をちゃんと信じるのは大事にしてるけども、ここまで言っていいみたいな、自分のやっぱラインってやっぱ全アイドルにある。わかるわかるわかる。それが結構しっかりめにもうすごいウォールマリアぐらい行ってるんで。ああ、オールマリアぐらいね。はい、もう進進撃の巨人のね。進撃の巨人は誰推しなの、ちなみに。教えてくださいよ。これね議論が生まれそうな話題迷で。うんよ。迷う。候補誰？候補誰？待って、しかもさ、男キャラと女キャラでさ、
より魅力的じゃんどっちも、まあそうね、わかるよ。でも俺は一人しか選べない。俺はうんやっぱりちょっとありきたりと思われるかもしれないけど、でも俺の中で筋は通ってうんミカサなんだ。ミカサなんだ、そこなんだ、なんで。あれはミカサってスーパー純愛なんですよ。あ、そうね。ずっとエレンのことを考えてでもさ、最後ジャン説あるじゃん。やでも俺あれショックだったよ。説ですよ、あくまで。一生独身でいいやいよ。あくまで説で俺の中でやっぱりこうずっとエレンのことを思ってマフラーのこととおかえりエレンのあのくだりね。あれがあって、でも俺は逆に言うと、そこで区切りであってもいいと思ってます。あー、なるほどね。そうでもそっかずっと貫いてるのがミカサで、ミカサがずっといろんな動きしてたのは全部エレンのためにっていう思い、この一途な思いに俺はやっぱそこなんだ。感じちゃって。うわ、だから上級者だわ。俺はジャンの描写見た時になんかさ、邪念がね、邪念がさ、一生独身でいるミカサを求めて。そっち行くんかいみたいな。でもそれは俺のエゴだったんだ。そうあくまでこれありがとうございます作ってくれたのよ。いやありがとうございます。いや、そこか。ローレンスさん誰ですか？いや、俺はね、結構マニアックで、多分ね、役名ももはやあるか分かんないけど、なんかさ、最後にやられた時に人は何かに依存していると、宗教、女、酒、何かに依存してるんだっていう、そのおじいちゃんが言うセリフが結構刺さってて、あれ誰だったんだろう。その一言がやたら刺さってて。アッカーマンかアッカーマンじゃない？リヴァイのアッカーマンアッカーマンだ、そう。かなアッカーマンだ。かなアッカーマンだと思う。最後死にそうになりながら。リヴァイの育てる親リヴァイの育ての親、スラム街でさ、そうあの人が言うあのセリフが人間の心理だなと思って。で進撃の巨人いいのは男性のキャラにも女性のキャラクターにもこう推しとしてできるのが多いというか、そうだね。なんか同じ土俵で見れる。そうなのよ。なんかさ、マーレ人とのさ、会話の中に向こうには向こうの正義があるのよ。家族のためにとかさ。あれがもうじゃあどっちに俺は気持ちを寄せればいいんだよみたいな。一方的な敵だと思ってたその巨人にも、巨人なりの巨人側のこっちの恐怖があって、そりゃさ、世の中からさ戦争が起こる理由ってやっぱお互いが正しいと思ったらそうなるよなみたいな縮図を見られるよね。なんかいろいろ教わりますよねやっぱり。いやあとハリー・ポッター好きってのも嬉しかったわ。大好き。やっぱ俺ら世代じゃないですか。世代なのよ。バわッツリかるよ、めっちゃわかる。待ってあとこの木に言っていいですか？俺もうローランドって言っていいですか？もう今ソロランド3でいや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 。やばだからローランドと俺ってもうめっちゃガッツリ世代じゃない。世代世代。だからこそ趣味とか似てると思う。多分ね、通ってきた流行りの曲とかさ、そう MD でオレンジレンジ弾いてない。待ってマジでオレンジレンジって言おうとしたの。嬉しい。アスタリスクとかさ。そうで MD でしょ。 MD 俺 MD ウォークマンでめっちゃ持っ聴いててたのよ。俺は持ってたのよ。いやわかる同世代や。同世代しかわかんないさ、やっぱさ、俺世代間とか年齢ってただの数字だと思ってるけど、いややっぱさ、流行ったものがそのピークが一緒かどうかってさ、結構でかいじゃん。いやでかい一気に盛り上がる。そうなのよ。親しみもある。わかるわかる。そうだからアニメで言うとだからもうそれこそポケモンも始まって、あとだデジモンとかデジモンももちゃまちょドレミのうんそういう世代になってくるし、やっぱそう盛り上がれるものがやるってでかいよね。だからさ、いまだにさ、そう金と銀とかさ、赤、青、緑でさ、はい盛り上がれるのってやっぱそこの平成そうの特権じゃん。そうあれが青春だよな。マサラタウン歩いてさ。知ってんねって語る。そう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 。でこれを俺10代の子が、はいなんかお兄さんの影響で赤やってたんですよって言ったら、お前こっちが上がってるすぐになるよね、なるよね。わかる。そうだから世代一緒ってやっぱでかいなみたいなさ。確かにそうだから流行りのさ、もうそれこそハリー・ポッターもそうだけど、ねえ。そうグリフィンドールだよね。いや俺はねスリザリンです。そっちなの？めっちゃ陽キャじゃん。なんか俺多分さ、その濁りのないそのマインドはグリフィンドールか、まあレイブンクローだと思うよ。でこれはねスリザリンが好きって言ってるじゃん。スリザリンに憧れてるだけなの。なんか多分自分にはないさ、絶マルフォイの。そう組み分け申しでやったら絶対に俺ハッフルパフかハッフルパフだ、ハッフルパフだ。うまくいってグリフィンドール。その才能でハッフルパフはな。ハッフルパフはちょっとそうみんなね和やかな和やかないい意味でね。でもだから
スリザリンに憧れてるああまあ才能はあるもんね。そうなんか性格は抜きでしたね。そうニヒルな感じかああわかるわ。っていう憧れはあるよね。そう、でも多分スリザリンに絶対な入れないよ。そのねピュアさはもうねスリザリンはダメよ。いやーそうねロン並みに被る前からグリフィンドールって言われるタイプだった。グリフィンドルグリフィングリフィンドールスリザリンは嫌だ。ドルスリザリンは嫌だそれで言うとじゃあさ一番好きなさシリーズ何？その7個あるじゃん。死の記号までの。うわでさ後半ディープになるじゃん。ディープになるでも最初のさまあ賢者の石からのアズカバンぐらいまでがまあ和やかにさで4もうグリそっからめちゃくちゃ濃い話セドリック・ディゴリー死んだりとかさそう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 あれはしんどいよな。いやしんどいあだからもういろんなあの人かみたいなことになるじゃん最後ね。でってなって俺の中で今その一番刺さったやつ何うんパッて出てきたのは秘密の部屋なのね秘密の部屋なんだ。アナゴグね。そうアナゴグだ。アラゴグだったりとかもうだから大ジャンプ出てきたりトム・リドルのあのさそうケイとかね。そうなんか秘密の部屋の段階でうん賢者の石めっちゃ面白いっつってうん映画館で見てハマってその期待値のもう秘密の部屋を見てうん超えてくんのっていう確かにあの衝撃やばいよな。記憶やばかったっすねいやーわかるわ。何ですよいやー俺なんだろうね。俺でもやっぱ一番最初に本で読んだのが飛び級して俺アズカバンの囚人だったの。なんかシリウス・ブラックに感情移入してしまったりとかシリウスいいよねいいのよ。めっちゃわかるそうであそこで虐げられるハリー・ポッターダドリー・ダーズリーのあの家で虐げられるハリー・ポッターにめっちゃ感情移入してしまう。だからアズカバンの囚人なのよ。いいよねでももうこれ分かんのかなこれ。平成4年がめちゃめちゃ喜んでるけど確かにデザートね。デザートで自家製ティラミスです。ああもう来た。デザートっていうかもう終わっちゃうの。難しい。なんか寂しいな。寂しいな。楽しすぎるここまで盛り上がってなんか。やっぱ同世代ならではのねでさっきアイドリングでさ俺結構緊張するタイプなんだよね実はみたいな話してたじゃん。今マジで普通にわかるスローランドになってる。今普通にマジで同級生としてだいやだよね。俺もそう同じクラスだったらどんな感じだったんだろう。てかなんかさたまにさ俺それするとかめっちゃ出るじゃん。で伊達ちゃんとかさダンプラでさ俺の練習とか俺の格好で出たりとかしてるじゃん。俺ほんとスノーマンだったらどうだったんだろうみたいなさイフをさたまに考えることある。やばいどうなってたんだろうね。確かにしかもあれじゃないですか今の自分とのままでその学生に戻ってやるパターンとリアルな学生の時の自分とで 2回ぐらい考えませんわかる。なんか「if」を考えちゃって、なんかさこの前ほんとそれこそ飲んでる時に気づいたのがなんかささっくんがさ伊達ちゃんのことさ亮太って呼ぶじゃん、俺なんかさその亮太って呼ぶさっくんを見てなんかその俺が入り込めないスノーマンの絆あるんだなみたいななんかさそういうなんか境界線みたいなの見えた気がして俺やっぱ俺どこまでやっても伊達ちゃんなのよ。でもさなんか亮太って呼んでるさっくん見た時にやっぱスノーマンの絆ってほんとすげえんだなって思う瞬間でさだからこそなんかそこの集団にもしいたらどうなんだろうってめっちゃ想像しちゃうのよ。そうだって言うて俺と伊達その亮太は俺と亮太って最初の方グループなんとなくまとまりになった時に一言も喋んなかったそうなんだあんな仲いいのに。そう今めっちゃ仲いいでしょでもその前まで本当に一言も喋んなくてで意外だねどちらかというとなんかそのお互いに喋んないからっていうのもあるんだけど理解ができない存在みたいまあ喋んないと必然的にそうね理解はなだからなんかちょっとこう勝手に距離空けるよおでファンの人多分それ気づいててお全然ここは喋んないよねおそういうもんなんだなって思われたんだけどある時にきっかけきっかけはそれこそその先輩がその話を聞いて「お前ら飯食ってこいよ」みたいなそう別々にその先輩とご飯行っててそこで話したことをまとめたら「お前ら同じ思いだから一回話し合ってみ」って言ってマジでその舞台の稽古の終わりにその舞台稽古をしてるところの近くの沖縄料理屋さん行って2人で初めてなんですそんなちゃんと喋る橋でね。そうでもやっぱ先輩にそのわざわざ作ってもらったし行くかっつって2人で行ってそこでお酒飲みながらもう二十歳超えてたんで、お酒飲みながらちょっとずつ話してったらめちゃくちゃ同じ熱量じゃねみたいな仕事に対してもだし
なんかこうお互いにちゃんとリスペクトを持てるっていうのが分かって、伊達ちゃんも伊達ちゃんでさっくんに対して漠然とリスペクトはあったんだね、そうだし、あとこの仕事に対してのプライドと熱量がめっちゃ一緒だったんですよ。待ってみたいな。こういう時さこうやって思わなかったっす。めっちゃ思った。で意気がどんどん統合してって、親友になったんですよ。その結果なんだね。でもう2人で焼肉行ったら5時間ぐらい話すと。あの時も焼肉行ってたもんね。そうだからそういう話をしてたんだ、あの時。そう酒飲みながら真剣に仕事の話したりとかできる仲になったっていうのがなるほどね。あるんですよ。そっかそっか。やっぱさ、喋らない期間が長くなるとさ、今更いいよねがさ。そうしかも同い年だし。そうだよね。でも俺さ、これさ、悩んでる夫婦にも言えることだと思ってて。いや、結婚した時ってさ、吸ったもんだで仲良くするじゃん。でもさ、なんかさ、ちょっとした子育てのさ、あれとかでお母さんになり、そして言うよね。でパパはパパで外に働きに行き、すれ違いができてさ、喋れない期間が1年2年3年のすぐさ、今更好きだよって言えねえよとかさ、なっちゃうんだ。今更さ、いつもありがとうなって言えないさ、夫婦が多いと思うのよ。多いと思うよ。やっぱさ、改めて言うの大事よね。そうやっぱりいつ言ってもらってもありがとうと好きだよって絶対嬉しいそうだよね。と思うって。うんだからそれはなんかそれも思って後輩とかにも、だってやっぱ後輩ってなると結構後輩になるんですよ、俺からすると。そうだね。でもそいつのスタイルだったりとか、そのバラエティ出てるやり方とか、あとこうライブでのやり方見て、お前はこれマジでかっこいいからマジで俺にはできないからすげえと思ってるっていうのをちゃんと言うようにしてるんですよ。いやだから愛情表現上手なんだなと思うわ。なんかシャイに見えてたけど、でなんか生い立ち聞いててもさ、ちょっと引っ込み思案なとこあったって言うけど、なんかやっぱ伝えるとこちゃんと伝えきれる男なんだなってなんか今聞いてて思いました。でもなんか俺今回で、さっくんのなんかさっくんが気づいてないかもしれないさっくんの良さを伝えられたらなみたいな、そういうさ、なんか決めてたんだ自分の中で。そうそう、だって本当に素敵なのに自分でそれ気づけないってさ、なんかちょっと寂しいことだったりするでしょ。確かに。もうだからさっくんはこういういいとこがあるよみたいなところを、まあまあ1時間2時間になるか分かんないけど、なんか1個でもプレゼントできたらいいなみたいなさ、わざわざ来てくれたし、嬉しい。だから嬉しい。だってそれでやっぱ面と向かって言うとか、だからやっぱり機会がどんどんなくなってくるじゃないですか。そうね、そういう意味で言うとさ、やっぱ酒ってさ、人を素直にさせるグッズでもあるよね、それがまた美味しかったらよかったりもするしね。もちろんその飲まれちゃう人もいたりするから、危ないものではあるけども、そうそう。しかも俺こんなにテキーラ楽しめたの初めて。あ、本当？マジな話。それは嬉しいわ。すごい。テキーラってたまにその知り合いとかでも、テキーラ好きなのよって人いて、テキーラかよみたいなね。パーティーピーポーがそうって思ったら、こういう楽しみ方できるんだ。そうなのよ。なんかこういう艶のある会話のさ、なんかそれを盛り上げるための一個のツールとしてさ、ね。しかもこう例えば俺みたいにお酒そんなに詳しくない人がこれってやるとうまいんだよとかしてると、これハマっちゃうんだね。そうだよね。いやよかった。だから本当になんか忙しい中ね、こうやって来てくれて、いやいや、すごく嬉しかったです、僕としては。俺的にもやっぱりこう、これはね、その最初の方でも言ったけど、初めての人の YouTube で、そうだよね。チャンネルで初めてお酒飲むってなって、その YouTube 上で、これを一回客観視して考えたら、やっぱりさすがに話聞いた時に、どう思うかな俺。でもローランドと喋りたくね、飲みたくね。そうだよ、もうそこが嬉しいわ。なんかそういう自分の中のブランディングとかいろんなものを取っ払ってでも、一緒に飲んで話したいと思って。嬉しかったわ、本当に。マジでありがとうございました。いや、マジ楽しかったです。ありがとうございます。また飲もう。マジ飲もう。マジノーカットでいきたいぐらい俺。ありがとう。マジでありがとう。嬉しかった。楽しかったわ。よかった。ちょっと出ました。ちょっと回れました。余裕。ちょっとどころさ、ちょっとどころ全然酔ってる時ね、普段より全然飲んでるから。だから今顔若いから俺と思って。いやそんなに分かるんだよ。よかったよかった。そうだからその俺飲んだら1杯目とかで2時間ずっと赤い。めっちゃ赤。それもあるし、だから早めに飲みたいなと思ったのと、マジで楽しみだったんですよ。